こんにちは。今回はビートパフォーマーの基礎について解説します。主にクラスアクションやスキルの説明をしていきます。ひとまずざっくりとした使用感を含めた解説で、クラスアクションやスキルなどについて見ていきます。少しでも参考になれば幸いです。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それではビートパフォーマーについて見ていきましょう。ビートパフォーマーのクラスアクションは、アンプを設置することができます。このアンプは攻撃やスキルに連動し、アンプを中心とした範囲攻撃や範囲バフに発展します。攻撃は自身を中心とした攻撃より、アンプを中心とした攻撃の方が強いため、アンプの設置を利用し戦います。範囲バフなどもアンプと自身を中心としたものが多いので、アンプの位置と自身の位置を常に把握しながら、戦闘を進めていきましょう。アンプの位置からは、青白い薄い光が前に向かって伸びています。ミッションの乱戦などではこの前に伸びる光を頼りに、アンプの位置を把握する感じですね。置き直しも気軽にできるので、状況を見てこまめにアンプの位置を調整します。そしてアンプの他にも一つ大事なのが、ヒートゲージという固有のクラスゲージです。こちらはアンプに連動したスキルなどのアクションをすることで、ヒートゲージを蓄積することができます。特に通常攻撃の下派生攻撃や、スキルのスピリットチャージを使用することで、より早くヒートゲージを貯められます。ゲージを貯めやすいスキルも少しですが触れていきます。ヒートゲージが最大になると、ゲージ右端が光り輝きます。この状態で通常攻撃を長押ししてから離すと、ハイスピリット状態になれます。ハイスピリット状態時はヒートゲージが黄緑色に変化し、一定時間、通常攻撃やスキルの効果が全て強化されます。エフェクトが派手になって効果範囲も広くなるので、ハイスピリット状態になったかどうかはわかりやすいですね。ハイスピリット状態はそこそこ効果時間も長く、強化の上がり幅も大きいため、かなり強いのですが、ヒートゲージが溜めにくいこともあって、ボス戦などのここぞという時まで温存することがほとんどかと思います。ヒートゲージが最大でなくとも、通常攻撃長押しで溜め攻撃ができるんですが、誤ってハイスピリット状態にならないためにも、普段はあまり使わない方が良いでしょうね。個人的には発動するときは、通常攻撃の横派生や回避をしながら、長押しをするとスムーズに発動できるのでおすすめです。ここまでに説明した一連の流れを振り返ると、アンプを設置する、そのアンプを駆使して戦う、ヒートゲージを蓄積させる、ハイスピリット状態になる、この一連の流れをミッション中に1回か2回ほどして戦うのがビートパフォーマーです。実際にどのようなスキルなどがあるかを次に見ていきます。まずは通常攻撃や攻撃系スキルから解説します。アンプを置かなくても通常攻撃などを発動できますが、自身によるダメージはアンプによるダメージに比べて非常に低いですのでアンプを設置してから戦います。よくバトル中にアンプの場所を忘れて、自身の低いダメージしか出ていないといった事故も起こりがちなので常に自分のアンプがエネミーの近くにあることを把握する必要があります。通常攻撃は上派生が光耐性ダウンでバフを持ち、下派生がヒートアップ状態という30秒間ヒートゲージが時間経過で溜まる自己バフを持ちます。バトルエリアの戦闘の最初と最後のタイミングで、この下派生攻撃を発動すると良いです。そして基本的には横派生を繰り返すと、ダメージを出せて、ヒートゲージも溜めやすいです。なので通常攻撃は下派生を30秒おきに、横派生をスキルのクールタイム中に繰り返すと良いですね。上派生の光耐性ダウンはエネミーやミッションなどの環境によって使うかどうかを決めます。移動入力なしの通常攻撃は楽をしたい時くらいですかね。ちなみに自身中心の攻撃はそこそこノックバックがあるので、近寄ってきたエネミーを引き剥がすこともできます。逆に意図せずエネミーがノックバックしてしまうこともあるため注意です。次に攻撃系スキルを見ていきます。スキルスロット左から順に、ブレイクダウン、オーディアグレス、ブレイキングビート、バインドロックです。この4つのスキルが攻撃系スキルですね。ブレイクダウンは唯一自らが直接攻撃するスキルです。ブレイクダウンの特徴は高いダメージと高いヒートゲージの蓄積量です。ただ純粋な攻撃スキルのため、スキルスロットに余裕がないビートパフォーマーにとっては、そこまでスキルとして優先順位は高くないです。そして残りの3スキルについて、発動方式が大きく分けて3つに分類されます。オーディアグレスは設置タイプのスキルです。
スキルの挙動がクラスアクションと同じで、スキル発動時にアンプを設置する動作をします。そのため設置タイプのスキルをうまく使うことで、クラスアクションを使わずアンプの位置を変えれます。ブレイキングビートは演奏タイプのスキルです。スキルを使用するとアンプと自身の両方を中心に効果を発動し、数回のスキル追加入力が必要になります。追加入力のタイミングは自身の周りにオレンジ色の輪が収束するタイミングです。適当にスキルボタン連打で大丈夫です。追加入力は必要ないですがウルトもこのタイプです。バインドロックは音波タイプのスキルです。自身から音波を飛ばし、アンプへその音波を当てると、アンプを中心とした範囲に効果を拡散します。このタイプはアンプをロックして発動することをお勧めします。他のタイプに比べて音波タイプだけ、アンプの拡散を狙う手間があるので、よく注意して発動しなくてはいけません。攻撃系スキル以外でも発動方式は、この3つのうちのどれかに属します。スキルを使う際は、あらかじめどのスキルがどの発動タイプかを覚えておくことで効率よく戦うことが可能です。発動タイプとともにスキルを見ていくと、どのようなスキルか覚えやすいですね。攻撃系スキルについてもう少しだけ掘り下げます。オーディアクレスは設置タイプですが追加入力が必要です。追加入力をするとアンプを中心の持続ダメージエリアを形成します。追加入力タイミングは短めなのでスキルボタンを発動時に3回ほど連打すると良いです。なぜこのスキルだけ追加入力が必要なのかは謎です。データスキルは敵をアンプに引き寄せる効果を発揮するので、データスキルが欲しいスキル筆頭ですね。ブレイキングビートは演奏タイプの純粋な火力範囲スキルです。範囲攻撃が強いためミッション周回でお世話になります。ただこちらも純粋な攻撃系スキルですので、かなりスキルスロットの奥には悩まされますね。ノラランダムマッチだとギターが被るだけで、かなりパーティーが火力不足に陥りやすいため、そういった意味では攻撃系の中でも優先度が高いです。ブレイクダウンと比べ範囲なので使いやすさも上です。バインドロックは音波タイプの攻撃系スキルですが、高速状態を付与する状態異常効果も持ちます。範囲ダメージを出せてバインドが付与できるため、個人的に一番おすすめする攻撃系スキルです。クールタイムのブレイキングビートに比べかなり短く、ヒートゲージ上昇量もかなり高いです。とりあえずミッションの攻撃系スキル1億は、バインドロックで間違いないでしょう。ただアンプに拡散させる必要があることや、パーティー構成やボス戦によっては、バインドのタイミングにも気をつける必要が出てくるため、ある程度のプレイヤースキルが求められます。その点で注意が必要なスキルでもありますね。次に状態異常系スキルです。こちらはスタンウェーブです。音波タイプでスタンを付与できます。効果は単純ですが、状態異常自体が強いので、こちらも装備したいスキルですね。ヒートゲージの上昇量も高いです。データスキルで属性耐性ダウンも付与できるようになります。データスキルは必須級の効果で、データも考慮しておすすめスキルです。2つ目が河村ラバイです。設置タイプで範囲に睡眠状態を付与します。ちょっと映像ではスタン効果が被って、わかりにくくて申し訳ありません。スリープは攻撃すると解除されるため、ある程度使用する場所が限られますね。スタンウェーブのような特殊なベータ効果などもないため、優先度はかなり低いです。これら2つが状態異常系スキルです。バインドロックも状態異常系ではあるんですが、ダメージも出せるため攻撃系スキルとして先に紹介しました。ダメージ出せるか否かで結構違いますからね。次に回復系スキルです。こちらはリバーブヒールです。音波タイプのスキルでチャージすると回復量が増えます。ヒーラーをしたい人には良いかもですが、フルプロではヒールの手段が、斧のドレインフィーバーか、弓のクラスアクションなどで事足りることがほとんどで、ヒールをする状況に追い込まれた時点で、パーティーが壊滅するくらいの危険性があります。そのため優先度はかなり低いです。2つ目がハルシオンノートです。こちらは演奏タイプで追加入力が必要です。範囲味方の HP を回復し継続回復も最終段で付与します。リバーブヒールよりもクールタイムが長い分、効果量が大きいです。データスキルでは回復量が低下し継続回復がなくなる代わりに HP 吸収効果であるドレイン状態を付与します。そもそもの回復量が大きいためデメリットも少なく、継続回復よりドレイン効果の方が優秀なため、データスキルはかなり強い効果と言えます。リバーブヒールで説明したように、回復効果には危機的状況をひっくり返す効果が必要なため、回復スキルを入れるならこちらがおすすめですね。難しめの上級ミッションなどでは装備推奨のスキルです。次はバフ系スキルです。ブ
ブレイブノートは余ダメージアップ中を付与する演奏タイプスキルです。一応、演奏タイプとしていますが、発動が短く追加入力もありません。使いやすい余ダメアップのバフスキルですね。手が早いので簡単なミッション周回におすすめです。ルーターズソングは追加入力が必要な演奏タイプのバフスキルです。余ダメアップ中と火ダメダウン中を付与します。バフは複数回で付与でき、効果値は判定ごとに異なります。そのため複数回バフをヒットさせて効果量が最大になります。追加入力はボタン連打で成功するので、スキルボタンを連打しましょう。アルファスキルで最終段のバフエリアが残留するようになります。ただそこまで使い勝手が良くなるわけではないため、急いでアルファを取る必要もありません。難しめの上級などでこのスキルがおすすめです。メディカルコードは音波タイプのバフスキルです。火ダメダウン中と HP 回復量アップ中を付与します。先ほどの2スキルと違って純粋な防御系のバフスキルですね。なので明確に難しいミッションで装備するのが良いです。ベータスキルになると音波タイプからブレイブノートのような短い演奏タイプに変化します。使い勝手が向上するため、高難易度ほどベータスキルの効果が重要になりますね。ソリッドゲインは設置タイプのバフスキルです。こちらは範囲でスーパーアーマーと火ダメダウン中を付与します。味方にスーパーアーマーを付与できるスキルは、こちらが全クラスで唯一のスキルです。そのためビートパフォーマーなら必ず装備するべきスキルです。チェーンボーナスによるスーパーアーマーまでなどのつなぎとして、エネミー設定時にすぐさま使うのが良いです。特に自前でスーパーアーマーを持たないクラスにとって、非常に頼りになるスキルです。効果時間は15秒と短めではありますが、スーパーアーマーはブルプロで非常に強力です。加えてアルファスキルでは属性耐性アップ中を、ベータスキルでは移動速度アップ中と救護速度アップを付与できるようになります。アルファスキルは高難易度の安定性を、ベータスキルはミッション周回の快適性を向上させます。大抵は持っているならベータスキルの方が良いでしょうね。一部ミッションの運搬ギミックでは、非常に有効なスーパーアーマーですので、率先して運搬役に回るか、運搬役の味方へバフを付与しましょう。バフはアンプ中心なため、ばらけているパーティーだと誰に付与するか迷うと思います。基本的には自らも近距離戦で混じってバフ付与が良いです。ギターが2人以上の場合は、近距離側に味方がいるなら、遠距離クラスの味方の近くでバフ付与が理想です。通常は遠距離クラスの味方が離れて戦っているなら、その人へバフを付与するのは諦めましょう。上級者ほど遠距離クラスでもエネミーに接近して、まとまって戦う意識があるため、バフを多くの味方へ配れる方が優先です。タクティカルスキル最後の解説はスピリットチャージです。こちらはヒートゲージ蓄積量が増加する自己バフです。ハイスピリット状態をミッションで一度しか使わない場合は、あまり優先度が高くないかもですが、高難易度などミッション通しての時間が長いほど、このスキルが重要になります。道中が長いならハイスピリット状態に、途中で入る選択肢が出てきます。アルファスキルは発動時に自身 HP 継続回復中を付与します。ベータスキルは効果時間中。通常攻撃で発生するアンプからの範囲攻撃の余ダメージを増加させます。クールタイムが比較的長いビートパフォーマーにとって、通常攻撃の余ダメ上昇はかなり効果的なため、ベータスキルが結構重要ですね。特別な理由がない限り、このスピリットチャージを装備しましょう。ここまでがタクティカルスキルの解説でした。次にウルトスキルのカデンツァです。こちらは演奏タイプスキルと同じように、アンプと自身を中心とした範囲エリアに、攻撃、HP 回復、バフ付与この順番で行います。バフは余ダメアップ中と火ダメダウン小です。インターバルは170秒。バフ効果時間は30秒です。ボス戦などのここぞというタイミングで使用しましょう。モーション中に属性バーストなどさせられると、ウルトを中断させられますので注意です。一度わざとバーストさせられてから使うなどの工夫が求められます。投稿時点では不具合情報に記載がなかったので、どうやらゲームの仕様みたいです。もしかしたら今後の大型アップデなどのクラス調整などで、この仕様は変更される可能性はあるかもです。最後にクラスアビリティについてです。個人的におすすめの2つがこちらです。エキサイトライブとロックサーフェスです。エキサイトライブはヒートゲージの上昇量が増加します。ヒートゲージは溜まりにくいので、少しでも上昇量が増加するのが良いですね。ロックサーフェスは演奏スキル中、スーパーアーマーかつ火ダメダウン状態になります。演奏スキルは無防備になるので、こちらは必須スキルです。必ず装備しましょう。
こちらのオルタナティブスタイルとリサージェンスはサポート系の役割を高めるスキルです。オルタナティブスタイルはハイスピリット状態中、通常攻撃の下派生の音波攻撃を HP 回復効果にします。ハイスピリット状態中のみな点と HP 回復量がそこまで高くないので微妙です。リサージェンスは救護の時火ダメダウン賞付与です。もしかしたら高難易度でいつか使うかもです。共有アビリティのため、弓などの他クラスで使用しても良さそうです。コンフォーティングは演奏スキル使用中、自身に HP 継続回復を付与します。フィールドやソロでのミッション攻略で役立ちそうです。アグレッサーモードは攻撃系タクティカルスキルの装備している数に応じて自身によだめアップ賞を付与します。ビートパフォーマーを攻撃系タクティカルスキルを装備する数が少なくなりがちなため、ビートパフォーマーで装備することは少ないです。ですがこちらをクラス共有アビリティです。他クラスではダメージを出したいクラスがほとんどですので、他クラスの共有アビリティとして大活躍します。攻撃系タクティカルスキルを無理に増やす必要はそこまでなさそうですが、あまり使用していない非攻撃系スキルを見直す良い機会ですね。以上クラスアビリティの解説でした。今回はビートパフォーマーの基礎についてでした。主にスキルについての解説になりましたね。皆さんはおすすめのスキルなどありましたか？何か追加の情報や感想など、ぜひともコメントで教えてくださいね。少しでも参考に感じていただけたら、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。いつもチャンネル登録、高評価、コメント、動画投稿の励みになります。ここまでご視聴ありがとうございました。またね。